こんにちは、ジパング55のタカです。今回は長野県軽井沢のおすすめ観光スポットをご紹介します。夏は避暑地、冬はウィンタースポーツを楽しめる人気観光地です。合わせて、軽井沢近くの富岡製糸場もご紹介したいと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に、日本の魅力をご紹介しています。少しでも楽しんでいただけたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。軽井沢は東京から新幹線で2時間ほどの位置にあります。山岳地域にあるため、夏には避暑地として人気の観光地です。最初にご紹介するのは、白糸の滝です。綺麗な滝を見れる場所として有名です。場所は軽井沢駅からバスで25分ほどです。少し山の中にあり、道は細めでしたが、舗装されているので走りやすかったです。バスも出ているので、行きやすいと思います。滝の近くにはお土産ショップもありました。時間がある人は、近くをハイキングすることもできるようですね。滝までは、小川のそばを歩いて向かいます。とても気持ちがいいですね。こちらが白糸の滝です。勢いのある滝ではなく、広い範囲に水が流れ落ちており、幻想的な雰囲気になっています。水は透明度が高く、とても澄んでいますね。今日はあいにくの雨だったのですが、それでも綺麗に滝を見ることができました。幻想的な雰囲気を見ることができるので、ぜひ訪れてみてください。続いてご紹介するのは、ハルニレテラスです。白糸の滝に向かう途中にあり、軽井沢の日常をコンセプトにした商業施設です。飲食店やお土産店が軒を連ねています。軽井沢駅からは、車で20分ほどの場所にあります。自然の中にある施設で、休憩や食事など幅広い用途で利用することができます。近くには、星野や軽井沢もあり、宿泊客は自然を楽しみながら気軽に利用することもできるようです。川の近くでゆっくりできるベンチなどもありました。ここで飲み物を飲むだけでもゆっくりできそうですね。レストランの数などは多いですが、結構混んでいました。平日に利用したのですが、それでも並んでいる場所が多かったです。レストランはイタリアンや有名なお蕎麦屋さんなどがありました。お土産店には長野の名産品を使ったジャム、わさび、味噌などがありました。食器類なども販売しており、綺麗な色味のものも売っていました。カフェが併設されているお土産店もあり、ゆっくりできそうですね。長野で有名なくるみを使ったお菓子も売っていました。ハルニレテラス限定商品なども販売しているので、お土産にちょうど良いかもしれないですね。他にも和菓子が売っていました。店内で食べれる場所もありました。長野は信州ワインも有名です。ワイン、おつまみなども販売していました。川のせせらぎを聞きながら、食事や買い物を楽しめる場所です。近くに来たら訪れてみてください。続いてご紹介するのは、旧軽井沢銀座通りです。こちらも飲食店やお土産店が多くあり、昔ながらのお店が軒を連ねます。軽井沢駅から直線に伸びているので、観光しやすい位置にありますね。軽井沢は江戸時代に宿場町として栄え、その後は別荘地として栄えていきました。旧軽井沢銀座通りには長年営業しているお店が多くあります。通りにあるお店をいくつか紹介したいと思います。まずは和菓子屋さんのちもと総本店です。ちもと餅というお団子が有名です。和菓子屋さんでテイクアウトでお団子なども購入できます。お店は意外に広々しています。このお店は創業300年とかなり歴史が古いお店です。1700年代からあるなんてすごいですね。お店では和菓子も多くありました。
メニューの種類が豊富です。飲み物もいろいろあるので、休憩に寄ってみるのもいいですね。今回は軽井沢の天然氷を使ったかき氷の宇治抹茶にしました。中が少し空洞になっており、そこにシロップなどが溜まっていました。崩しながら食べるスタイルでした。ただ崩すのが難しく、シロップなしで食べる場所もあり、少し物足りなかったですね。シロップと一緒に食べれた部分は美味しく食べることができました。メニューが豊富なので、和菓子をはじめ好きなものを選べると思います。近くに来たら立ち寄ってみてください。こちらは同じ旧軽井沢通りにある教会通りです。教会に向かう道がアーケードになっており、多くのお店があります。休憩できる場所もあり、ゆっくりできそうです。ヨーグルト専門店など珍しいお店もありました。他にも苔の専門店やジェラート屋さんなどもありました。レストランも数店舗入っていたので、食事も楽しめそうですね。アクセサリー店などもあり、小物類の販売も行っていました。お土産ショップは18時まで、飲食店は20時までです。近くに来たら立ち寄ってみてください。こちらは軽井沢で有名なミカドコーヒーです。1948年に東京の日本橋で創業し、その後軽井沢に出店しました。軽井沢に出店してからは地元に愛されるコーヒー店になりました。軽井沢マリオットもミカドコーヒーを提供していましたね。またミカドコーヒーのモカソフトは美味しいと長年評判です。1階ではコーヒー豆などを販売していました。ドリップコーヒーも販売していたのでお土産にもいいですね。2階は喫茶店になっており、入れたてのコーヒーやモカソフトを楽しむことができます。アイスはテイクアウトもできるので、ぜひ立ち寄ってみてください。近くにはパンの有名な浅野屋もありました。旧軽井沢銀座通りには多くの有名店があり、軽井沢といえばこのお店といったお店が多いですね。軽井沢駅からもすぐに行ける場所なので、ぜひ立ち寄ってみてください。それでは軽井沢で有名なお蕎麦屋さん2店舗をご紹介したいと思います。最初にご紹介するのは浅間翁です。軽井沢駅から車で40分ほどです。少し離れているので車の移動の方が楽だと思います。軽井沢でも有名なお蕎麦屋さんで、休日には行列ができる人気店です。座席数はそんなに多くない印象でした。メニューの種類は多いですね。冷たいお蕎麦と温かいお蕎麦の2種類がありました。お蕎麦以外にも天ぷらなどがありました。地酒などもありますね。私は平日に来たのでそんなに混んでいませんでした。駐車場も広めだったので車でも来やすいと思います。今回は天ぷらの盛り合わせと鴨南蛮そばにしました。こちらが天ぷらの盛り合わせです。山菜を中心に美味しそうですね。こちらが鴨南蛮です。鴨も大きく美味しそうですね。そばは大盛りにしましたが、女性でも食べれそうな量でした。信州そば独特の喉越しがあり、美味しかったです。普段二八そばを食べている方は少し硬さが気になるかもしれません。汁は少し濃いめでしたが、鴨も美味しくいただけました。最後はそば湯で汁をいただきます。そば湯を入れても私は少し濃いめでしたね。かなりの有名店なのでよかったら寄ってみてください。2軒目は桐里です。軽井沢駅から歩いて16分ほどです。歩いて迎えるのは便利でいいですね。こちらのお店も人気店で、開店直後に行ったのですが、入店まで1時間ほど待ちました。早めに来ることをお勧めします。お店の駐車場は3カ所ほどあったので、車は止めれると思います。
お蕎麦の種類も多いですね。ここのお店はくるみをタレに使ったお蕎麦が有名です。他にもデザートなども売っていますね。こちらがくるみだれ蕎麦です。蕎麦つゆをくるみをペースト状にして味付けしたものと混ぜて食べます。香ばしいくるみの香りと味が癖になりそうですね。こちらの信州蕎麦もコシがあり美味しいです。先ほどご紹介したお店同様、普段二八蕎麦を食べている方は少し硬さが気になるかもしれません。くるみは長野名物でもあるので、それでお蕎麦を食べれるのは嬉しいですね。軽井沢は水もきれいなので美味しいお蕎麦屋さんが多いですね。お気に入りのお蕎麦屋さんを探してみるのもいいかもしれません。それでは残りを食べてしまいたいと思います。最後に富岡製糸場をご紹介します。軽井沢ではないのですが、東京方面から向かう場合、途中にあります。軽井沢駅からは車で40分ほどです。こちらが富岡製糸場です。日本では教科書で習う場所なので、凄さを感じますね。チケットは自動券売機、もしくは入り口の券売所で購入することができます。料金は大人1000円でした。教科書でよく見ていた建物が目の前にあると圧巻ですね。中では富岡製糸場の歴史を紹介しています。富岡製糸場は、群馬県富岡市に設立された日本初の本格的な機械製糸工場です。1872年の開業当時の総主張、繭倉庫などが現存しています。日本の近代化だけでなく、絹産業の技術革新、交流などにも大きく貢献した工場であり、敷地を含む全体が国の史跡に、初期の建造物群が国宝及び重要文化財に指定されています。また、富岡製糸場と絹産業遺産群の構成資産として、2014年に世界遺産にも登録されています。面積もかなり広く、従業員の社宅なども用意されていました。社宅の一部は残っていて見学もできるようになっていました。一軒家は幹部の家だったようです。現在の感覚だと少し手狭ですが、一軒家に住めるだけでもすごいですね。他にも診療所や当時のお雇い外国人が住んでいた建物もありました。当時製糸工場で先行していたフランスから技術者を呼び、富岡製糸場は作られたそうです。奥には大人数で住む寮もありました。中に入ることはできませんが、当時のポスターなどがそのまま貼ってありました。生きた蚕の展示も行っていました。蚕から糸を取り、生糸を生成していきます。ここから糸を取っているなんてすごいですね。それでは製糸工場を見てみたいと思います。長さ約140メートルの巨大な工場で、創設時にフランスから導入した金属製の総式300窯が設置されています。当時は世界最大規模の機械製糸工場だったそうです。建物は大きく、ここで蚕の繭から糸を取り、紡いでいたそうです。工場には当時の様子の写真や機械の説明が書いてありました。これらが動いていたと思うと感慨深いですね。時間によっては実演もしているようです。当時にタイムスリップしたような気分になれますので、ぜひ訪れてみてください。それでは今回の軽井沢観光いかがだったでしょうか。軽井沢は見どころがたくさんあり、一度で回りきるのは難しいですね。夏は涼しいので別荘地として使われるのがよくわかります。ぜひ一度は訪れてみてください。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。